ポジショニングを重要視してるんですね。無理して踏み込まない。はい、皆さんこんにちは。サークル D チャンネルの土井です。サークル D チャンネルの柏です今日もコラボということで、ゲストに小野健テニス相談所から小野健プロにお越しいただいてます。お願いします。お願いします。今日は私の個人的に興味ある小野健プロのネットプレーについてちょっとお聞きしたいことがありまして、で、結構そのボールが来た方向にそのまま打ち返すのは結構簡単なボレーだと思うんですけど、多分来た方向とコースを変えないとボレーってなかなか試合では決まらないと思うんですね。なのでその辺の小野健流コツなどお聞きできればと思いますので、はい、お楽しみによろしくお願いします。お願いします。お願いします。ごめんなさい。だめだ。いやはい。今、2ボレーじゃない。1ボレー、2ストロークでやっていただきましたけれども、常にコースを来た方向と打ち分けるっていうことをやっていただいたんですが、私は見ていて非常にこのためっていうか、なんとなくパンって弾くだけじゃなくて、ちょっと待ちがちょっと入ってるような印象があって、かなりボールがラケットに吸い付くような、すごい上手いなというふうに感じたんですけれども、小野健流コツを教えていただけますでしょうか。はい。私が、ネットプレーにおいて非常に重要視しているのは、ポジショニングを重要視してるんですね。ポジショニング。はい。ポジショニング。はい。もう、なんなら、テクニックにポジショニング8ぐらいの割合で。かなりポジショニングの割合を占めてるんですね。というのも、まず一つ、ボレーで長くラリーする必要はないということがあるので、そこまでテクニックには重要視してない。なんならもう、ガチャってドロップボールになってみたいになってもいい。そうですね。ぐらいの考えなんですね。なので、本当にポジショニングが大事だと。では、ポジショニングがなぜ大事なのかっていうと、やはり、さっき、土井コーチちらっとおっしゃってたんですけど、ラケットに吸い付くようにっておっしゃってたんですけど、ラケットに吸い付くようなところにいるというところですね。なるほど。例えば今2-1でボレーしましたけど、おそらく皆さん、真ん中でラリーを、もう本当にど真ん中でラリーをすることがあると思うんですよ。こういうケース非常に多分多いと思ってて。だけど、あちら側からは、綺麗にこっちには飛んでこないはずなんですね。微妙なやっぱり左右、それから前後の、移動は必ずあると思うんで、そのボールに対してある程度自分の動きをフォローしてあげる。そうすることによって、もう本当にじゃあ、球出しでこっちに吸い付いてるようなイメージを、私は持っています。なるほどですね。すごい勉強になります。テクニック、私はボレーあんまり好きで苦手なんですけど、どうしても手の方に、意識がいってしまうんですが、小野健さんは、手なのか足なのかっていうと、どっちかというと足の方が大事って考えです。足と、それから、お腹周り。お腹周りか。はい。お腹周り。お腹周りか。はい。やっぱここを、一回一回お腹の力が抜けて、上半身がブレてしまうと、こっちが上、末端もブレやすくなってしまうんで、結局やっぱりそのテクニックの、ミスにつながってしまう。だからある程度そのポジショニングに必要な足と、それから上体をぶらさない、ここのお腹周りの力の入り具合、というのを意識してます。なるほど。はい。体幹って、言われば楽なのかなと思うんですが。僕は、
こう説明しているのは、腹圧を高めるというやつ。はい。これ結構ウェイトトレーニングとかされる方結構聞いたことあるかもしれないんですけども、この腹圧を高めるというのは非常に重要かなと思ってます。この腹圧を高めた状態でこれをして、動きももちろん動きながら腹圧も抜かないようにするっていうのが大事ですね。はい。なるほど。はい。じゃあちょっと一回ストレートでもう一回やっていただいてもいいですか？はい、ちょっとその中で、はい、質問していきます。はい。ちょっとストレートで。ごめんなさい。このストレートでやる中でも、微妙に私は左右の位置を変えてるんですね。確かに。打った後に動いてますね。そうですね。この辺りの処理もしっかり腹圧が効いてますね。はい。はい。というあとがやっぱ足を動かし続けてるというか、はい、足を動いてるんだけど、特に例えばこう伸びたりとか、まあこう抜けたりっていうのがなくて、すぐこう打った後構え直しがすごくはっきりしてて分かりやすいなと思いました。そうですね。あとはまあそのいいバランスを保つには、なんだろうな、無理して踏み込まないというのも、まあ、一つ手かなと思います。よくスクールとかであるかもしれないですけど、ボレーをしっかり足で踏み込んで運ぶようにという教わり方をしてる人結構多いかなとは思うんですけども、僕はどっちかというと別にそんなことは必要なくて、もうオープンスタンスで、なんならその場で動かず打ってもいいというような考えですね。はい。軸足を合わせるのが重要って感じですか？そうですね、軸足。まあ、合わせるのも確かに重要ですね。だから、まあ、踏み込んで合わせることも大事だけど、はい、基本は軸足がちゃんとボールの後ろに入っていれば、こう打ってもいいし、はい、こっちでも使い分けができる。はい。やっぱり自分からよりパワーを生み出したいときとか、あるいはちょっと足元に落とされて、自分から持ち上げないといけないときなんかは、こう踏み込む動作は入ってきたりはしますけど、はい。例えば、相手のボールにすごい勢いがあるときとかは、もう踏み込む時間がないし、踏み込んでたら、ここのインパクトのタイミングが合わなくなってくるので、だったらもうその場でしっかりどっしり構えて、インパクトのタイミングをできるだけ合わせようというような感じです。なるほどですね。はい。じゃあ、今度はちょっと内訳のコツを、はい、含めて、はい、解説していただきたいと思いますが、はい、内訳。まあ、そうですね。来た方とコースを変えるって、まあちょっと最初は難しいことだと思うんですけど、まあ試合ではめちゃくちゃ重要なことだと思うんで、はい、まあ意識してるコツ、面の合わせ方とか、はい、その辺を聞きたいなと。なるほど。まず面を合わせるというか、まあ、なんだろうね。おそらくコースを変えたいときに多いのは、胸とか顔が先に打ちたいコースに行っちゃうということ。そうしてしまうと、体に対して、じゃあ、打ちたい方向向いてしまうと、打点が遅れた状態がもう作られちゃうんですね。だとすると、例えば、ストレートから来た時のボールをクロスに打ちたいとき、打ち返したいときに開いちゃうと、これもうクロスに運びづらくなっちゃうんですよ。だから、もうコースは見ないというような意識で、私はコースを見てます。はい。意識で、私はコースを見てます。はい。そうすると、自然と体の開きが抑えられて、体に対してラケットが前にあるので、じゃあ、操作性がもっと出てきて、まあ、いろんなコースに打ちやすくなるかな、というところです。結構、そうですね、コースを見ないっていうのはすごくよく聞くと思うんですが、まあ、なかなかできない人にとってちょっといい練習法というかアドバイスとかあります？難しい。じゃあ、なんだろう。面の角
角度に対してボールがちゃんとそっちに行ってくれるという感覚をつかむために、じゃあ、例えばストレートから球出しをしてもらって、一歩踏み込んだところでクロス方向に打つというような練習をやってみるのはどうかなと。はい。踏み込むっていうことは、より体がクローズドに入りやすくなりますよね。そうですね。オープンよりは。なので、より体を閉じた状態を意識しやすいと。なおかつ、やっぱり面だけしっかり、面の向きだけはしっかり意識しやすいかなと。やっぱりこう、クローズに入ってるのに、こう、向くのはやっぱり難しいと。ちょっと不自然ですよね。はい。でそういった練習もどうかなと。ちょっとやってみます。じゃあ、お願いいいですか。球出しだけで。かなり極端に。もう極端に。進行方向はこっちだけども、ボールの方向はこっちに行ってますよね。ビリヤードやったことある方とかは結構イメージがつくかなと思います。はい。ボール当てて。そうです。特にやっぱアングルボレーなんか打ってると非常にクロスに打ちやすくなってくるんじゃないかなと思います。そうですね。アングル狙うときにやっぱりどうしても見てしまうと、はい、ボールが飛びすぎて、はい、サイドアウトって簡単にしやすいんで、そうですね。その辺の感覚はやっぱ上手い人ほど隠してというか、はい、全くコース見てないと思うんで、はい、その辺のかなり極端ですけど、極端にやればやるほどやっぱり自分の身についてくると思うんで、そうですね。やっぱ自分の体の力の進行方向、ベクトルと反対方向にボールが行ってくれるという感覚を覚えるには、この練習なんかいいんじゃないかなと。なるほど。はい。じゃあ、厚め参考になります。ありがとうございます。ちょっとこういうふうに、いろいろと、試してみるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもやってみましょう。やってみてください。